モビルスーツ開発に多大な影響を与えた機体 RX-178 ガンダムマーク2。 RX-178 ガンダムマーク2は1985年に放送されたテレビアニメ「機動戦士ゼータガンダム」の前半の主役機体です。地球連邦軍の特殊部隊ティターンズが開発した先行試作型モビルスーツであり、物語前半では主人公カミーユリダンが登場し、後半にカミーユがゼータガンダムに乗り換えてからはエマシーンが登場しました。またサポートメカ G ディフェンサーと合体し、スーパーガンダムとしても活躍しています。さらに続編の機動戦士ガンダムダブルゼータにも登場し、ガンダムチームの一機として戦いを繰り広げました。今回はそんなガンダムマーク2について解説させていただきます。ざまあないぜ。一年戦争終結から3年後の宇宙世紀0083、ジオン残党軍ベラーズフリートが放棄し、秘密裏に開発していたガンダム試作2号機が奪取されます。地球連邦軍は戦術核を運用する機体であるガンダム試作2号機による核攻撃を許し、さらにはコロニー落としまで阻止できず、ジオン残党軍の脅威を見せつけられる結果となりました。こうして地球連邦軍准将のジャミトフ・ハイマンの提唱により、ジオン残党の掃討を名目としたティターンズが設立されました。なおジャミトフは最終的に地球連邦政府関係者も掌握し、地球を再生することを目指していましたが、バスクオムなどがスペースノイドに対して過剰な弾圧を行ったことから、スペースノイドの反感を強めていくことになります。そんな状況においてジオン残党の掃討を行うティターンズが連邦軍組織としての正当性を知らしめるための象徴として開発した機体がガンダムマーク2となります。開発はティターンズの拠点であるサイド7中域のコロニーグリーンノア2、後のグリプスで進められ、グリーンノア1で性能テストが行われています。なお型式番号 RX-178 の末尾の8はこのグリプスで8番目に開発された機体であることを示しています。旧ジオン公国系の技術者は開発から外され、地球連邦系技術者のえりすぐりで開発が進められました。カミーユの父フランクリン・ヴィラン技術隊を開発主任に据えて、宇宙世紀0085に開発がスタートし、宇宙世紀0087にロールアウトしています。ティターンズのフラッグシップ機として開発されたガンダムマーク2は完成式典において我々による我々のためのガンダムと称され、アースノイドのスペースノイドに対する G の象徴とされました。ガンダムマーク2の大きな特徴として、単独で稼働可能なフレームに装甲を着せるという思想の下に開発されたムーバブルフレームが全身に導入されています。 RX-78 ガンダムはセミモノコック構造といういわゆる装甲の殻そのものが骨組みを兼ねて機体を支える仕組みをとっていましたが、ガンダムマーク2はフレームという骨格に機器が内蔵されています。もともとムーバブルフレームの前身ともいえる機構がジムクーエルのワン部パーツに試験採用されていましたが、ガンダムマーク2は最新鋭の駆動式内骨格として全面採用されました。その結果関節可動域が広くなり、より柔軟な動きができるようになっており、劇中ではそんな自由度の高い可動構造を生かしてガルバルディに回し蹴りを行う様子も描かれています。ちなみにムーバブルフレームという言葉自体はこの世代のモビルスーツの構造で共通して使われているので、ガンダムマーク2の構造は連邦が開発したムーバブルフレーム。リック・ディアスに採用されているのはアナハイムエレクトロニクスが開発した初期の試作型ムーバブルフレーム、またの名をブロックビルドアップ構造。100式に採用されている構造はリック・ディアスの初期型ムーバブルフレームにガンダムマーク2のコンセプトを導入したムーバブルフレームであり、ゼータガンダムの構造はさらに改良して可変機構を導入したムーバブルフレームとなっています。要するにムーバブルフレームは内装だけで稼働できるフレームなので、昨今のガンプラの RX-78 ガンダムなどに見受けられる内部フレームはセミモノコック構造と考えるには少し違和感があります。細かいことを考えてはいけないという一例なのかもしれません。大人のやり口ですね。小賢しいですよ。ガンダムマーク2はガンダム NT1 アレックスに導入された全天周囲モニターを搭載しているので、全方位を見渡すことが可能です。また全方位に映像を映し出すために操縦席後部から座席を支えるアームが伸びたリニアシートが採用されています。このアームの制御により
パイロットへの衝撃などの負荷も緩和されました。なお、コックピットブロックはこの時代では標準的な機能である脱出ポッドにもなっています。脚部は可動部の装甲を撤廃し露出した構造になりました。この時代はビーム兵器が普及したので、装甲でビームが防げないなら軽量化による機動性向上で回避するという概念からこのようにされています。一方で装甲材自体は旧来のチタン合金セラミック複合材を用いられているので、防御面に難がある機体となっています。しかも新機軸のムーバブルフレームは試作段階で計6回もの設計変更を重ねており、それでもフレームの変摩耗による動作特性の変化を制御系に十分反映しきれず、安定した性能を引き出すのが難しいという荒削りな一面も抱えていました。エウーモが露獲した後にはこれを補うためにガンダリウム合金製の追加装甲 FXA03 を装着したフルアーマーガンダム M2 に改修する案も計画されました。しかしこのプランはスラスターを増設しても重量増加をカバーできるほどの機動力向上が見込めず、早くから機動性の低下を指摘されたので G ディフェンサーによる強化案が採用されています。武装面ではビームライフルやビームサーベルといったガンダムを象徴したベーシックな装備になっています。まずビームライフルはガンダム用がライフル内直接エネルギーキャップを搭載していたのに対して、ガンダムマーク2用には交換可能なエネルギーパックが採用されました。予備のエネルギーパックはシールド背面に2機装備されており、継戦能力が向上しています。またライフルのモードセレクト機能で出力を変更することにより、通常出力で7発、最大出力で3発の発射が可能です。ビームサーベルは従来はモビルスーツ本体から稼働エネルギーを供給する仕組みでしたが、ガンダムマーク2ではバックパックからエネルギーを供給してチャージしているので、サーベル単体で稼働し、マニュピレーターでビーム刃のオンオフ切り替えが可能です。しかしそれがゆえに劇中ではアッシマーにビームサーベルを奪われ危機に瀕する場面も見受けられました。その他にはハイパーバズーカを装備します。こちらもガンダムのものと異なりカートリッジ式の弾倉を用いているので、腰部サイドアーマーにマウントされるカートリッジを交換して弾脈補充が可能です。ガンダムは頭部ユニットにバルカン砲を内装していましたが、ガンダムマーク2はムーバブルフレームの統合管理用プロセッサーを頭部に追加しているので、バルカン砲は内装されずオプション兵装になりました。左側に2門の砲口があり、近接防御として機能します。機動戦士ゼータガンダムの劇中では濃紺を基調としたティターンズカラーで塗装されたガンダムマーク2が反ティターンズを掲げるエウーモのクワトロ・ガジーナ率いる部隊にダッシュされるところからストーリーが始まります。エウーモは3機のガンダムマーク2をダッシュし、1号機はムーバブルフレームの解析・開発参考用としてアナハイムエレクトロニクス社に送られ、データ収集が行われました。2号機は分解され予備パーツとして活用。そして3号機は初代ガンダムを彷彿とさせる白を基調としたカラーに塗装し直して実戦配備されました。機動戦士ゼータガンダムの前半は主にカミーユが登場し、主役機として活躍を見せています。地球へ降下する際にはフライングアーマーを用いて大気圏を突入し、地球圏でも一時はこれに登場して戦いを繰り広げました。カミーユがゼータガンダムに登場してからはガンダムマーク2にはエマシーンが登場しました。しかしこの頃可変モビルスーツやモビルアーマーの台頭によりガンダムマーク2の性能を不安視するエウーモとアナハイムエレクトロニクスはガンダムマーク2を強化するべく G ディフェンサーを開発しました。 G ディフェンサーはガンダムのサポートシステムである G アーマーを参考に開発された支援戦闘機です。ガンダムマーク2とドッキングして総合性能を向上させるというコンセプトですが、ガンダムマーク2と同型のバックパックを採用しているモビルスーツとなら合体可能なので、バックパックを換装したネモディフェンサーなどの装備例も存在します。なおドッキング時には完成ユニットにあたる脱出カプセルは分離するようになっていますが、このカプセルにも全天周囲モニターとリニアシートが採用されています。ガンダムマーク2と合体した姿マーク2ディフェンサーは火力、機動力、防御力が向上し、最新鋭機にも引けを取らない性能になります。なお名称はガンダムマーク2と区別するため
多くの書籍やゲームなどではスーパーガンダムと表記されるようになっています。また長距離航行の際にはガンダムマーク2をロックして巡航形態 G フライヤーに変形することも可能です。設計上はさらにフライングアーマーを併用しての大気圏突入や再突入も可能とされています。武装としては右側面に長距離狙撃が可能な主砲のロングライフルを装備します。劇中ではハンブラビやバーザムを撃破するなどの高い威力を見せつけています。また左右のポンツーン先端にはそれぞれ14連装ミサイルポッドとバルカン砲を装備しています。 G ディフェンサーはアニメ第22話で初めて登場し、勝小林がパイロットを務めることになります。機動戦士ゼータガンダムの後半ではガンダムマーク2は性能的に不利になったものの G ディフェンサーとの連携もあって最新兵器を相手に互角に渡り合い、多数のモビルスーツや戦艦を撃破します。中でも終盤のコロニーレーザー攻防戦ではエマのカルスーパーガンダムがロングライフルでヤザンゲーブル率いるハンブラビ隊の2機を撃ち抜く活躍を見せました。激戦の中で G ディフェンサーや左腕を失いますが、最終的にはレコアロンドのパラスアテネとの一騎打ちに勝利してその役目を終えました。私の命を吸って、そして勝つのよ。エマ注意、神指弾行きます。なおグリプス戦役終戦後は続編の機動戦士ガンダムダブルゼータでもガンダムチームの機体としてたびたび登場し、第1次ネオジオン構想終盤まで戦い抜くことになりました。ガンダムマーク2は機動戦士ゼータガンダムの劇中で開発者のフランクリンからあんなもの呼ばわりされるほど登場した当初から性能を蔑まれるシーンが多く描かれています。しかし実際はムーバブルフレームというモビルスーツ開発士の重要な基礎を築いており、さらにガンダムマーク2のサポートユニット G ディフェンサーもコンセプトが継承されて、後に汎用性の高いメガライダーが開発されることになり、さらにオーベロンの支援機メッサーラグラシュティンの開発にも影響を与えるという後年のモビルスーツ開発に多大な影響を及ぼした機体となっているのです。また全部で3機が製造されたガンダムマーク2はアニメ以外にも様々な形で登場しています。まず本編で主力として活躍した3号機はガンダムダブルゼータではエルビアンノが登場しますが、終盤のクインマンサ戦で中破しアクシズに放棄されました。アニメでの出番はここまでですが、宇宙世紀0096を舞台に描かれたガンダムユニコーンの後日談である漫画機動戦士ガンダムユニコーンエピソード EX2 四季の期間では白く塗り直され、バナージュリンクスの登場機として登場しました。作者の玉越氏が X で心臓ではなくサイド3に残っていた機体を運用と言及されていることから3号機を想定していると思われます。またガンダムピューリッツァーではアクシズショックで消えたアムロのニューガンダムを捜索するビーチャたちが所有するマーク2が登場。こちらは3号機か定かではありませんが、ビーチャ、エル、モンドの3人が所有していることから3号機を想定していると思われます。漫画 MSVR ジョニー・ライデンの期間ではアナハイム社へ渡った1号機の解析データから新造されたガンダムマーク2が登場。一体何ザンナニーブルなのか突っ込みたくなるバースキバジャックが登場し、フルアーマーマーク2として暴れ回る姿が描かれています。また漫画機動戦士ゼータガンダムディファインでは大破したエマの3号機を肩や足にスラスターを増設して高機動化したもしもの強化形態ガンダムマーク2スクエアも描かれています。他にもゲームギレンの野望シリーズではガンダムマーク2の先行型として開発されたという設定のオリジナル機体ガンダムマーク2試作0号機が登場するなど様々な題材で描かれています。余談ですが、おなじみのスーパーガンダムという呼び名は実は正式な形態名ではありません。設定上の正式名称はマーク2ディフェンサーで、アニメ本編の中でスーパーガンダムと呼ばれたことは一度もないのです。この通称は1985年に発売された G ディフェンサーのプラモデルの解説書やダブルゼータ第1話のクイズで使われ、ゲームや BB 戦士を通じて広まったものではないかと言われています。最近のガンプラのパッケージや関連書籍などにはスーパーガンダムと書かれることが多いので、分かりやすさを重視して正式名称がスーパーガンダムに置き換わる日が来るかもしれません。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、
もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。